はよう。おはよあれ？今日天気悪すぎな。天気悪い日に絵の具作りたくないんだけどね。今日こうやって白の絵の具をブリュって出してたらさ、爆発して服に飛び散り、眼鏡に飛び散り、大変でした。最近ね、友達に誘ってもらってピクニックに生まれて初めて行ったの。野外活動的なのはしたことあるけど、ただ公園でレジャーシートを敷いて楽しむみたいなのはしたことがなかった気がするから、なんか緊張してたんだけどなんですっごい楽しくて、結果ね、趣味ピクニックになりそう。万博記念公園に行って
て、なんかさちょっと生々しい話すると、その家に帰ってそのピクニックにかかった費用を考えたら、この金額であの満足度ってびっくりして、公園の入園料とお菓子飲み物代ぐらいしかかかってなくて、数時間自然豊かな場所でのんびり過ごすっていう、とにかくこんなに安くでこんなに楽しいことできるんだってびっくりしたっていう。でも花粉の時期だから一日外にいたら絶対次の日肌やばいだろうなって思ってたんだけど、次の朝さ覚悟して鏡見たらめっちゃ肌ピッカピカで、しかも顎がめっちゃシュッてなってたの。遊戯王なんでかなと思ったら、友達とずっと喋って笑い合い、日の光を浴び風を感じ、そのおかげで本当に息抜きになったんだなって思って、ピクニックマジでいいね。お花見とか陽キャの遊びだと思ってたけど、やりたいと思った。最近不安とかストレスにうまく対処できる人の特徴っていうことを学ぶ機会があって、うまく対処してる人の特徴っていうのは、好きなこと趣味がちゃんと明確にあるっていうことで、しかも好きなことっていうのが4パターンに分かれてて、1つが一人で屋内でできる好きなことで、2つ目が一人で屋外、さっきどっち言った？屋外でできることで、3つ目が2人以上で屋内でできること、4つ目が2人以上で屋外でできることっていう、そういう4種類の好きなことがある人は強いって聞いて、なるほどって思ったんだけどさ。で私もその4つにさ区切って考えてみたんだけど、圧倒的に1人で屋内でできる好きなことが多すぎて、2人以上でできる屋外の好きなことが全く思い浮かばなかったの。これが思い浮かばないのって終わってるって悲しくなったんだけど、ピクニックいいかも。ちょっと追加しよう。野外おしゃべり活動だな。でも2人以上で行う好きなことってさ、運動以外なくねとか思って、あんまり種類ない気がして。あとオンラインゲームやってる人は強いなって思った。それも2人以上でできる好きなことだからさ。皆さんも考えてみて。意外と思いつかないよこれ。もうほんと一人で屋内でできる好きなことばかり埋まっていくの辛かったよ今日は夜見たい配信があるから前倒しで頑張らなきゃ。私8年推してる女の子がいるんだけど、その子がね今オーディション番組に出てるんだよ。もうなんか推しってすごいよ。生きがいだねやっぱり。この1週間楽しみがあると思ってすごくワクワクしてたもんな。いやーちょっとオーディションだからさ、結果がどうなるかまだわからないからお口チャックでいるけど、どうなるんだろう。嫌だオーディション番組ってでもね、もう私その子に対して激重感情がありまくりでね、その子に命を救ってもらったと思ってるのよ。あとその子きっかけでまた絵を描き始めたの。学生の頃にその子に出会って応援し始めて、で私その時にもう本当に0100の人間だったから、絵とは全く関係ない進路に進んだから、ずっと好きだった絵をきっぱり諦めようと思って一切描かなくなったのね。まさにさっき言った好きなことをやめちゃったもんだから、ストレスでぶっ倒れたりしたの本当に。でそんな時にその子を推し始めて、でフラスタを描く機会があったの。オタクたちに声かけてもらって、なんかの表紙で私が絵描けることを知ったんだっけな。でそれで描いたの。 2,3 年ぶりとかに絵を描いて、それがやっぱりすごく楽しくて、絵を描くことが生きがいだったからね。でおまけにその推しがめっちゃ喜んでくれて X のヘッダーにまでしてくれたの。でその時になんかこんなに喜んでくれるんだって驚いて、今までずっと自分のために絵は描いてたから好きってだけで、でも人のために描いたら自分が想像してたよりもめちゃくちゃ喜んでくれて、でそれきっかけでまた絵を描こうって思ったんだよね。だから今の私があるのは彼女のおかげなんだよね。
昨日心底思ったんだけど、人からの好意とか評価とか称賛をさ、きちんと受け止められる人間になりたい。来年の目標それにする。でもなんかこれ本当にもったいないよね。すごく損してる気がして。だって私昨日さ、なんか心がモヤモヤして不安で寝れなかったの。まあ寝たけどなんか目がギンギンで、なんでって考えたら、寝る前に褒められたのね。もちろん嬉しいんだけど、嬉しいの前にみたいな、なんで私にそんな言葉をっていうさ風になっちゃう。それでモヤモヤしてたんだって気づいて。でもって感じじゃない？褒められてるのにさ、モヤモヤするってなんでって感じで、自分自身に。これが良くなったらもうちょっと人生が豊かになると思う。多分これでかい成功を成し遂げたとしても絶対に変わらないことだと思うんだよね。でもさ、それこそ昔はさ、こういうことを考えたくない、自分と向き合いたくないからめっちゃオタクしてたわけなんだよなって思って、やっぱり現実逃避ではあったからさ。私そのドルオタ真っ盛りの時にニートになったのね。ニートになったにもかかわらず、そのドルオタ真っ盛り時期と同じ感覚で推し活してたらさ、うん万円口座からお金が消えているわけで、それ見た時に、あれ今私自分の応援しなきゃいけないんじゃねって気づいて、ちょっと推し活セーブしだしたんだよね。自分と向き合うって大変なことよな。本当は髪の毛までね塗りたいんだけど、動画の尺的に今日はここまでにしよう。やっぱ絵の具作業好きすぎて、絵の具ずっと描きたいんだけどな。この線画を生み出す、0から1を生み出すのにやっぱ一番時間がかかっちゃって、だから即興タッチ描ける人羨ましいんだけどな。あれ？じゃあ皆さんも自分を推していきましょうね。他人の応援をしている場合じゃない、自分の応援をしろ。じゃあ今日もありがとう。また来週。